こんにちは、料理家の今井真美です。アシスタントの野島次郎です。今日はこの2冊に入っているオーブンベーコンのレシピを作っていきたいと思います。はい、私といえばこのオーブンベーコンのレシピが、皆さんにもおなじみで、実はちょっとこのレシピとこのレシピ違うんですよ。違うんですね。はい。なので今日はちょっとこっちのレシピをやっていきたいと思います。オーブンで作るベーコン。はい。今日使うのはこの豚バラブロックです。で、これですね、皆さんお肉を買うときに注目してほしいんですけど、ここに 500g ってグラム数が書いてあるんですね。はい、で、グラム数が分かるとだいたいちょっと量を多くしてもなんかいいですかとか、300のベーコン豚バラ肉しか手に入りませんでしたっていう時も、このグラム数からお砂糖とお塩の量を調節してもらえます。で、簡単計算方法は簡単。計算方法は簡単。はい。500g の 5×3、15g のお塩とお砂糖で大丈夫です。なので 300g の豚バラ肉の場合は 3×3 で9g、はい。普段お肉の味付けとかお料理の味付けって 1% のお塩でやりましょうって言っているんですけど、ベーコンの場合はですね、しっかり味付けをするために 3% のお塩をお塩たっぷり使います。なぜかというとですね、ちょっと脱水をするっていう役割もあるんですね。で、私のベーコンはこう簡単さを出したいので、漬け込まないんですよ。なるほど。漬け込まない。味付けをして、で、そのままちょっと室温に戻すときに味付けをこう染み込ませて脱水をさせるっていうことで一石二鳥を狙っていて、でなので多めのお塩と砂糖でも大丈夫です。はい。でこれが普通のお砂糖。反対から開けてる。反対で、それ日常に使ってるものなんで、ちょっとそういうところも見せながら。白砂糖なんですけど、お砂糖なんでもいいです。グラニュー糖でもきび砂糖でも。大さじ1入りましたね。大さじ1です。で大さじ1が 15g なので、でこれがお塩ですね。はい。で多少大さじ1です。多少多かったり少なかったりそういうのは全然大丈夫です。でですね、ここにお肉をのせます。でちょっとこう下にですね、肉汁がドリップがあったりするので、キッチンペーパーでちょっと簡単に拭ってから入れましょう。これがオールスパイスです。オールスパイス。小さじ2。小さじ2。でオールスパイスないわ、お家にないわっていう方はシナモン使ったりとかですね。ちょっと余ってるような。そう、ちょっと余っているものを使ってもらえれば大丈夫です。でこれ白胡椒。白胡椒。小さじ1です。小さじ1。何でもいいですよ。オールスパイスじゃなかったらそうですね、ナツメグとか、あとベイリーフを一緒にこう焼いてあげるとかね。そこはパウダーの方がいいですか？ベイリーフ乗せて焼けば大丈夫。他のホールの余ってるスパイスとかはここでは茶葉に入れてあげてもいいですね。この後に使えると。そうです。こんな風にまぶしてあげましょう。結構しっかりと。結構しっかり。すり込む感じ。今すり込んでるんですけど、慣れてきたらバーってかけて終わりっていう時もあります。そういう時もあります。そういう時もあります。でもやっぱりなじませてあげた方がちゃんと美味しくできるような気がします。でもね、時間ない時とか、どうしてもなんかもう今日作りたいのになんか暇がないなっていう時は、かけてこ
やるだけでも全体にかけるみたいなイメージ、全体にすり込むっていうよりは、かけるだけでも全然違うと思います。はい、ロートでもはいこんな感じですね。そしたらですね、もう実はスパイスとかお砂糖がしっとりしてきてるの分かりますか？これでちょっとそうそうそう、水分が出てくるので、でこのまま室温で20分から30分、豚肉が触った時にヒヤッとしない程度に。そうか、今は冷蔵庫から出たばっかりでちょっと冷たい。そうちょっと冷たい。だから冬場とかやったら、結構1時間ぐらいかかるんですよ。で夏場とかだったら20分とか30分で十分、こう触った時に冷たってならなければ大丈夫です。でこのまま室温に置いておきましょう。それではですね、オーブンベーコンっていうのはなぜかというと、ただ焼かないんですよ。ここに茶葉をひいて、その上にお肉を乗せてオーブンで焼きます。で私ね、実は燻製も燻製のチップがない時も茶葉で燻製したりとかするんですけど、昔から。なのでなんかそうするとお茶の香りが回ったりとかして、ちょっとなんかこういい感じの燻製臭がつくんですよね。普通に燻製機に入れたらお茶でも燻製できるんですけど、まずパターン1、これね、魚焼きグリルのそうですね、ちょっとそれなんだろうって気になりましたけどそうで、私ね、どうしても大きい天板を洗うのが嫌なんですよ。まあ暑かったりね、でかかって、そう流しにあれ入れて、でそうしかも豚のね落ちて油が落ちているのを洗うのが嫌で、でそれでこういう風にアルミホイルを二重に敷いています。でここに茶葉を入れて網を乗せて、豚肉を乗せて焼く。オーブンに入れると。でこれが1バージョンです。で私がこれはまあ簡単なんですけど、もっと掃除をしたくない時、もっともうことを簡単に済ませたい時は、これね、クッキングシートでも、アルミホイルでもどっちでもいいんですよ。でこっちはちょっとクッキングシート、アルミホイルでも全然大丈夫です。でこんな風にやって、クッキングシートを直接鍋に敷くと。でこれでアルミホイルでやってもいいし、クッキングシートでも大丈夫。でこんな風に、でオーブンで使えるお鍋でやってください。オーブンにその鍋ごと入るということですね。でこんな風にちょっとこう浮かせるんですよ。わかります？肉を浮かせるための。そうくしゃくしゃって。でここの周りに茶葉を置いて、豚肉を置いて焼く。そうすると焼き終わった後にそこをね、こうやって捨てる。そうするともうお鍋なんてほぼほぼ汚れがついてないんですね。お手入れ楽と。そう、ただアルミホイルがもったいないとか、クッキングシートがもったいないとか、そういう問題もあるので、そうですね、もうお好きなようにそれはやってください。で、今回はですね、この魚焼き器を採用します。でちなみに魚焼き器ほどの大きさのお肉の大きさじゃないなっていう時は、こういうですね、グラタン皿、耐熱のね、耐熱のグラタン皿の上に網はみ出してもいいんで、網を乗せて、アルミホイルやって茶葉やって、お肉を乗せてやっぱ浮かせたいって感じですね。浮かせたい、重要なのはそう落としたい、でこうそう香りをこうまとわせたいっていうのが重要です。それではですね、ここに茶葉をひいていきます。茶葉は大さじ3です。ただこれももう目安なので、多かったり少なかったりして全然大丈夫です。そういう感じで直接ティーバッグを切って入れちゃうと。
はい、賞味期限切れのお茶って結構お家にありませんか？奥の方に入っちゃった。はい。ハーブティーでも何でもいいですし、ちょっと変わった中国茶とかでもいいですし、本当に何でもいいです。量も、少ないとお茶の香りがつきにくいんですけど、多いには越したことがないです。で、私は中華街でよくラブサンスーチョンっていう、ラブサンスーチョン、いぶしたような香りがする紅茶なんですよ。いぶしてるんですけど、でそれを使うとほんまにこうベーコンっぽい。すでにいぶされてるからよりそれが加熱されることで、そうなんですよ。いい香りが立ちやすい。はい。なのでどんなお茶でも構わないんですけど、例えばほうじ茶とかね、そういうものやと香りが、よりベーコンらしい香りがつきやすいのかなと思います。でもベーコンっていぶされてたのがイコールベーコンでもないからね、無塩石のものもあるし、ベーコンをスモークドベーコンっていう風な感じだから、そこはね、もう味の好みっていう感じに捉えて大丈夫です。これね、でもしお家に余ってる茶葉ないわっていう時は、もう本当にコンビニで売ってるような安いティーバッグのお茶ってありますよね。300円もしないような、ああいう100均とかで売ってるような、ああいう茶葉を買って作るといいですね。でこんな風に全体にお茶を広げます。それではですね、水気が出ていたらこんな風に押さえるように、拭いていきましょう。結構出てるね。もうすでにね。裏返したら出てるの分かりますよね。これを結構しっかり、結構しっかりちゃんと、塩と砂糖がちょっと溶けてる感じかな。でお塩とお砂糖は脱水効果があるので、水分が抜けるのも早いですね。こんな風に水分を拭いておきます。で実際にこれをいぶしてもらっても大丈夫です。普通のスモーカーとか例えばバーベキューとか行く時とかに、キャンプとかね、燻製をする時にこれをそのままいぶして、すごいやっぱり美味しいスモークドベーコンができます。ただですね、これに燻製をかけるためには、ちょっと表面乾かした方がいいんですね。なので炭火でちょっと炙ってからとか、完全に乾かしてからとか、水分が残っていると燻製した時に酸味になっちゃうんですよ。ちょっと酸っぱくなっちゃうので、もしこれで燻製機かけたいよっていう人は、表面を乾かすようにしてください。それではこれを脂身を下にこんな風にのせます。脂身を下に。でこれで準備は完成です。もうそのせいだけだ最後。それではですね、これで余熱なし120度90分。温めスタート。もうこれでおしまいです。これだけです。それではこれで出来上がりです。ね、いい香りが。すごい。これはだからオーブンで90分焼いてちょっと粗熱が今取れた状態です。早速ですね、ちょっと皆さんに断面を見てもらいたいので、切ってみましょう。どこから？この辺かな？ジューシー。いいですね。いいですね。すっごい美味しそう。いい香り。めちゃくちゃ美味しそうです。すごい。めちゃくちゃジューシーな感じが伝わりますか？美味しそう、いい香り。このまま召し上がっていただいても大丈夫ですし、本当にベーコンみたいにちょっと炙って
ああ、なるほど。はい、食べるとそう油をちょっと落として、召し上がってもらうと、よりベーコンらしく召し上がれるかなと思います。で豚バラって場所によってはすごく脂身が多い場所があるじゃないですか。で、その部分は切り落として冷凍しておいて、チャーハンの時のラード代わりとか、カリカリにね、炒めて入ってたら美味しいやつ。あとは餃子作る時とかに刻んで入れてもらったりとかすると、すごくこう美味しく。確かに、ちょっとレベルアップするかもしれない。そう、美味しい素ができると思います。で、もうすぐ食べる時にはこう横に切ってもらってもいいですし、いわゆるベーコンの感じで。そうです、そうです。で、ちょっと保存したいなっていう時は、私はこんな風に厚めに切っておいて、アルミホイルにラップに巻いて、冷凍保存しています。そうするとだいたいそうですね、1ヶ月2ヶ月は冷凍できるので、ぜひそのスープの薬味とスープの具材とかですね、パスタとかにすごく便利なので、ぜひ使ってみてください。じゃあ出来上がったベーコンをちょっと炙ってみましょう。いや、いいですね。またこのさっとねフライパンで焼くだけで全然雰囲気が違うんですよ。ちょっとオリーブオイル敷いてね。オリーブオイル敷いてね、オリーブオイルとか、ちょっと油を敷くだけで、油が油を呼ぶ。温度が上がるから。そうそう。っていうところもあるかな。油なしやとここの赤身肉のところがちょっと硬くなりすぎるんですよ。あ、確かに。カリカリに、カリカリに焼いてもいいんですけど、もうさっと。これすごいカリカリに焼くともうカリカリになりすぎるんですよ。ちょっと硬くなっちゃうから。そういうこと。そうそうそう。ふんわり火を通すぐらいで、このぐらいでもう大丈夫ですね。ちょっと油が溶けるぐらいの。そうそう。火をゴーゴー言って。でここに目玉焼き落としてね、ベーコンエッグにしたり、それはそうそれを白いご飯の上に乗せてちょっとお醤油ちょろっとしたらすごい充実したパンじゃなくてご飯っていうところがまたそうねそうねたまらないですね。パンでこれでサンドイッチ作ったりとかもしたら最高ですよ。いい香り。もうなんかおつまみとかこれとパンとチーズとね、十分ですよね。ちょっと粒マスタードとか添えるとかなり美味しくできます。見てもらった方はわかると思うんですけど、すごく簡単なので、ぜひお試しください。それでは味見をしていきます。いただきます。ベーコン。ベーコンですか。見た目も結構その感じのベーコンって市販でなかなか手に入んないからいいですね。美味しい。これ簡単じゃない？手間としては本当に、時間ね多少オーブンに入れてる時間あるけど、でも手順見てもらったら分かるようにそんなにいろんなことしたわけじゃないから。味が決してこう薄いわけじゃないんですよ。こう市販のベーコンじゃなくてああいうふうにさっと作ったベーコンなんですけど、家庭的な味では決してなくって、すごくこう味わい深くってジューシーで、お肉の旨味とかこう歯触りもちゃんとあるし、塩分もこう甘みはそんなにあれだけど、しっかりと味がついているので、もしちょっと塩分とか気にしている人とかは切った時にザッてやったら塩分落ちるんですよ。そうザッてやったらね。で市販のベーコンとかこう一緒に炒めたりとかして味出しするじゃないですか。そんな感じでしっかりこう旨味が濃いベーコンなので、いろんな具材と合わせてもらったらすごく生きると思います。でもこれだけですごく美味しい。これ自分で作ってみようと思ったのはなんかあるんですか？ベーコンを作ろうと思うってなかなかのことだと思うんだけど。もともとすごく
燻製をするのが好きだったんですよ。ああ、なるほど。普通のスモークって感じの。子供の時とか、自宅で両親とかもスモークをすごくしてて、そういう両親がすごくスモークしてる。すごくスモークしてる。面白い。両親も燻製機を、使って持ってたんだ。やってたりとかで、その味をこう分かっていたから、自分でも作りたいなって思ったんですけど、どうしてもこうスモークをし続ける。確かに時間かかる。だけどこうベーコンって何枚か薄いのしか入ってなくて割とお値段するじゃないですか。ちゃんとした。でこういう肉厚なベーコンってなかなか売ってないですよね。でそれで自分で作ってみたいなと思って、作り始めたのが始まりで、オーブンでっていうのは、だからそのローストポークではなくちょっとこうやっぱりいぶしたような香りとか、それをどうやったら表現できるかなっていうので始めたのがオーブンだったんです。なるほど。でオーブンだったらちょっとこう乾燥しながら火を通せる。水分を飛ばしつつね。飛ばしつつ。実はスモークするからベーコンになるっていうわけではなく、そのなんか濃縮感とかギュッと締まった感じとか、表面の水分の乾き方とか、そのあたりがオーブンだとうまく表現ができるなっていうことがあり、聞いたのにそんなに興味がない感じなるほどって感心してしまったっていう。よくそこにちゃんとたどり着いたなって。いやすごい。で私カルボナーラを作るのがすごい好きなので、カルボナーラのために美味しいベーコンを作りたい。すごい。ベーコンから攻めるパターン。そうなんです。もちろんねパンチェッタとかグアンジャレとか、いろんなお肉を使ってカルボナーラって作るんですけど、やっぱり一番身近なベーコンで作れるたらいいなって思って、でブロックでこうちゃんと水分が飛んでカリカリするようなベーコンって意外とないんですよ。確かにもうちょっと違う用途のために作られてることがある。そうなかなかこうべちゃってなりやすいので、そういう意味でもこのベーコンはすっごく美味しいカルボナーラができるので、次回ご紹介できればいいなと思います。すごく美味しくてとっても簡単なので、ぜひ皆さん作っていただければと思います。レシピの詳細は概要欄に、この動画がいいなと思った方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよかったらぜひしてみてください。